皆様こんにちは。このラブチャンネルのこのはです。今日天気が悪くてちょっと曇ってるんですけど、見えるかしら？雨降ってるね。ちょっと小腹が空いてきましたか？まだね、3時前なんですが、今日も道の駅へ寄って自然薯といちごを買ってきました。また食べようね。今日の動画は夏の時に撮った動画になります。同じ CDLS のお子さんをね、お持ちの家族が集まった時に撮った動画なんですけど、親御さんたちでいろんな悩みだとか気になることとかを話してる動画になります。結構濃い内容になってます。成人してからの福祉サービスの利用とかあと、成人医療に移行してからあったちょっとリアルな話だったりとか、あと教材維持として思うことであったりとか、あとこういう子たちを育てていると、仕事は続けられるのかどうかっていうお話だったりとか、行政との関わり方、あとリアルなパパたちの声も入っております。ちょっと長編動画になりますが、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、このちゃん。今年最後の動画となりますが、2025年いかがでしたでしょうか？出発したいということで早く進めようか。このはちゃんもね、ショートステイスタートさせたもんね。ね、いろいろ頑張っております。じゃあ皆さん今年も1年動画を見ていただいてありがとうございました。たくさんの温かいコメントもとっても嬉しかったですって、ごめんちゃん笑ってる。嬉しかったです。皆様良いお年をお迎えください。さあでは、はい、長い動画になる笑ってるし長い動画になりますが、長いってどれぐらいか言った方がいいんじゃないの？ちょっとまだ編集途中なのでわかりません。どれぐらいかぐらいは言った方がいいんじゃないの？1時間はないとは思うんだけど、わからん。ごめん、わからん。撮影自体はもう結構な量撮って、まあいろいろ間カットとかしてちょっとわからないです。電池最後落ちちゃったよね。大丈夫だったの？最後足りんくなったけども、まあ結構撮れてるからね。それでもすっごく内容濃いものになっております。なかなか聞けないんじゃないのかな。笑ってる。そうね。なので、よかったら最後まで見てください。どうぞ。いちご見せないの？いちご。あ、いちご、はいはいはい。どどーん、いちごを買ってきました。不揃いなんですけど、こんなにあって1400円。あ、いい香り。ちょっとケーキを作る予定はないんですけど、いろいろね、物価が高くなってましてね、ケーキ買うにも大変ですが、なんか、家でちっちゃい簡単なものを作って、いちごぐらいいっぱいに乗せましょうか、このはさん。はい。はい。そんな暇はあるかしら。わかりませんが、まあこれだけでつまんでもいいよね。贅沢だよね。いちご、クリスマスにいちごの山を食べてサンタさんにプレゼントをもらうみたいな。っていうことで、はい、盛りだくさんのいちごも買ってきました。はいはいはい。出発したいね、このちゃん。はい。ねえ。じゃあ皆さん、良いお年を。じゃあ動画ご覧ください。笑ったる。はい、じゃあ皆さんこんにちは。初めましての方も本当に今回急なお誘いに声掛けに参加していただいてありがとうございます。今回趣旨というか、私たちの子どもたち、コルネリア・デランゲの子どもたちの成長っていうか、まあ、ちっちゃい時からね、いろんな疾患とか病気医療に関わることを見てきて、そんな中でもこの元気になってきていることに、うちホームページをね昔作ったことで励みにしてくださったっていう方がいてくださって、でこれは私たちも25歳につぐみもようやくなりました。でも25歳ってもうとてつもない年月なんですけど、今
もうここまで来ちゃうとあっという間。私たちがちっちゃな時に本当に上の同じ病気の子じゃなくてもいろんな問題があったその上の代の人たちの成長を見てとっても励みになったし、でそんな将来があるんだったらそこに向けて何かできることあるんじゃないかなっていうことをすごく感じて、なかなか交流する場も最近少なく、コロナからね特にそうなんですけど交流する場もなくて、今 SNS っていう媒体もあるので皆さんつながることはすごくつながれるんですけど、でももう少し本当に本質的に何か私たちが経験してきたことがもう少しなんか役に立つこととか、あったらお伝えしていきたいなっていうこともあって、それで何よりももうここまで大きくなっていくともう本当に女同士の戦いであってもうちっちゃなね今日こなっちゃんなんかもうねもう抱かせていただいてもう懐かしいやらもうあそこからもう一回やり直したいっていう思うくらいとっても本当に幸せな気分にさせていただいて、大変だけど本当幸せな子育てでもあったから、そんなことをねまた皆さんと共有したり、地域離れていてなかなかいろんな支援とかそういったことも受けられるとこ受けられないとこあったり、いろんな情報とかが伝わりにくい状況もあると思うんですよね。ただ SNS だと日々の生活の楽しそうあれはってあるけど、もうちょっと本当本質的に何か解決する方法とかそういったことがあったら、みんなでそれはみんなの知恵じゃないけども経験で私はこんなことしたよ私はこんなことしたよってことがうまく伝え合っていけば、きっとまた次のステップでいい方向いい状況ができてくるんじゃないかななんて思ってお声掛けさせていただきました。で今日こちらにね見えていただいてる前田さんすいません、本当にご紹介が先になってしまったんですけど、そんな意味で実は前田さんにもうちのつぐみはお世話になっていて、どうしようもなくてこの子預かってもらわなきゃいけないのにどうしようもなくてって言った時にいろんな人づての関係で前田さんのところの要所にたどり着き、その時は千代田区の行政のね、委託事業で帰還相談そうですね、ですけど、居場所をそう障害の方たちの居場所っていうことをとかいろんな事業されてます。先ほどでもう一言では言い切れないんですけど、モフの代表でもいらっしゃるんですけど、福祉の世界を幅広くこの行政のその支援のねことを深いところまでご存知なので、私たちが本当にどんなことが困っててどんなことがあったら助かるなみたいな、そんなこともちょっと聞いていただいて、そこでお答えというかね、何かお知恵いただいたりとか、あと兄弟児のねお育てっていうのもすごく大変だと思うんですね。うち一人だからそこの問題を考えなくてもいいんですけど、実際このはちゃんとこなんかはねすごく弟さんとのねうまくやってらっしゃるんだけど、そういう話とかもいろいろお聞きしたので、ぜひ本当カウンセラーでもあって心理のねもうプロでいらっしゃる前田さんにいろんな意味で今回ちょっとご相談っていうかねお話いろんなお知恵いただいたらいいんじゃないかななんていうのもあってこんな場を設けさせていただきました。長くなってすいません。で、はい、まず今日初めてお会いする方もいらっしゃるので、ちょっと自己紹介を簡単にねしていただきながら、前田さんまずちょっとしていただいて、はい、よろしいでしょうか。はい、というか、はい、すみません。座った、はい、はじめまして。ただいまご紹介いただきましたけれど、前田理恵子と申します。通称ですけども、そろそろ恥ずかしくなってきましたが、リーちゃんって呼ばれてるので、これから話しますけど、子どものサマーキャンプとかでの通称はリーちゃんなので、何度でも呼んでくださって構いませんが、よろしくお願いします。少しだけ自己紹介をさせていただくと、ちょっと私の自分のことになっちゃうんですけど、私が10歳の時に膵臓が動かなくなる1型糖尿病っていう病気にかかっているんですね。45年間インシュリン自己注射を1日に5回から10回ぐらい打つものなんですけど、で血糖値もここに今機械をつけていて、でiPhone に Bluetooth で飛ばして管理をするっていう、そういう治らない病気っていうのを持って、ただめちゃめちゃ前向きな子で、
それを持って生きてきたからハンデだっていうことを理解はせずにやりたいことはやって、私ちょっと皆さんより多分1ジェネレーション上かなと思うんですけど、まだその当時はその特別支援とかそういうのも一切なくて、保健室ぐらいしかなくて、で私の1型の糖尿病の子は注射を打っているので修学旅行とか遠足とか連れてってもらえないっていう現実があった中、いや行けるっしょって言って全部行き、私は高校卒業した後海外に留学をしてカナダに住んで、カナダが気に入ってしまってホテルマンをやったんですけど、もう一回戻ってカナダに永住権取るぐらい住んでしまって、で日本に戻ってきて今いろいろあって臨床心理をやろうと思いまして、心理学の勉強をしました。で心理カウンセラーとなるんですけど、それが2005、6年のことで、まだ日本ではスクールカウンセラーも定着してない時代、震災の前なので臨床の勉強できるとこなくて、ニューヨークの家族療法っていうのがあるんですけど、家族療法の研究所で1年ぐらい約時間ぐらいの臨床研究をして、なんとか開業までこぎつけるっていうしてきました。でそこからその1型の子どもたちのサマーキャンプとかに行っていて、そこは小学校1年生から高校生までで、スタッフも大学生とかで、医療者とか看護師とか栄養士とかがついて、糖尿病なので食事とどうしても密接なところもあって、皆さんとはちょっと違うんですけど、見えない病気っていう元気そうに見えるじゃないですか、私めっちゃだから見えない病気っていうことのまた壁もあって、そういうところの心理ケアとか、それによる不登校とか、そういう家族ぐるみのカウンセリングを続けて20年になります。いろいろ紆余曲折ありすぎて、ここで喋ってるとあと多分2泊3日ぐらいは最低必要になっちゃうんで簡単に言うんですけど、で流れの中で障害関係の仕事をする人とつながって、千代田区の基幹相談っていうんですけど、障害のある人たちが行く場所がない、千代田区も特になくて、でその居場所を作っているところでお会いして、つぐちゃんが来て、でつぐちゃんに会っただけじゃなくてマッサージもしてもらったりとかして、講師ともになんかその障害があるからとかないからとかだけでつながる人間関係、病気だからとかのは好きじゃなくて、全員同じって思うので、そういうところを大事に、どんな子供でもどんな親御さんでも大変な時はあるし、辛い時もあるし、暴れたい時もあるし、子供が暴れてるのを見てるけど私の方が暴れたいって時でも皆さんあると思うんです。だからそういうお話とかを整理整頓するようなお仕事をしてます。ちょっと長くなっちゃったから、あとはまたおいおいこれからよろしくお願いします。ということで、まず自己紹介をね、皆さんなんとなくさっき雑談的にしていただいたんですけど、改めて住んでる場所と、今日この日に何か皆さんに聞きたかったなとか、お悩みとか、そんなことがあったら伝えていただければなと、話していただければなと思います。21年間生きてきて、今すごく壁にぶち当たってることがあるんですけど、それ先ほどお話しした環境の変化、質問でも出されてた方いるんですけど、その卒業後の様子を知りたい、まさしく卒業後に環境がガラッと変わって、慣れるまでにすっごく時間がかかってしまって、一応そこは時間をかけて1年ほどかけて作業所には慣れていったんですけど、次は学生の時に使ってた方では卒業した後には使えないので、その別のサービス、週末とかね、預かってくれるところのサービスに慣れるのもすごく今時間をかかってて、さらにその上のショートステイになったらちょっと壁が高すぎて、小さい頃からしてればよかったんじゃないっていう話もあるんですけど、使う子も本当に大変なご家族、もう兄弟が入院しちゃってとか、もうてんやわんやでっていうところが使うっていう風だったので、うちもすごい入院とかも多かったので、そういう心配とかも本当ショートステイでご縁がなかったんですよね。でもやっぱり将来のことを考えて使っていきたいなっていうのと、あとこの子の今まで入院してたっていうもの丈夫になったのでなくなったので、やっぱりそろそろ将来に向けてそういうのも始めたいなと思ったんですけど、初めてショートステイを始めて半年でちょっともう発狂するようになっちゃっ
もうちょっと泊まりは嫌なのか、そういう壁に今ちょっとぶつかってて、そうどのように親としてはケアしつつ乗り越えていったらいいのかなっていう相談を今日はしたいなって思ってます。はい、よろしくお願いします。父です。で、今現状悩みっていうのはまあね、預ける放課後デーとかも全部揃っていて、週6で全部通っていたりとか、リハビリ等も、ね、全部毎週必ず1回は何かしら OT やら PT やら ST やら行けてるんで、まあいいんですけど、やっぱりその先ほど言われた卒業後が全く調べていなくって、まあでもまずそれをやるには医療ケアを外さないと多分選択肢が大幅に減ってしまうのかなっていうので、まあなるべくご飯とかそういうのも食べれるようにはしてるんですけど、やはりそこの受け入れてくれる場所、そしてどのように過ごすのか。で、先ほど言われていたショートステイに関しても、うちもほとんど利用していなくて、で困った時は病院に行って検査入院みたいな形で利用したりとか、まあそういう風にしてたんですけど、でもまあショートステイもちょっと試しに使っていかなきゃいけないなってことで、つい先日市役所の方に行ってそのショートステイを使えるような、詳しく覚えてないんですけど、まあ、そういうのをどんどん利用して使っていきながら将来に向けて対応していきたいなとは思ってるんですが、ただやはりその施設が本当にあるのか、で週何で通えるのか、で我々が仮に亡くなった後どういう風な感じになってしまうのかっていうのがやはりもう亡くなった後はもうどうにもできないので長期的にグループホーム的なものが実在しているのかっていうのは全く知らないし、謎ばっかりなので、そこが今の現状どういう風になってるのかなっていうのはちょっとお聞きしたいなということを、まあ、全国的にね、でよろしくお願いいたします。です。うちは、2つあって、1つ目は私が育児休業中なのでまだお休みをいただいている状態なんですけども、もうフルで仕事にどうしても戻りたいって思っていて、で今はこう通所したりとか通院とか割と平日は余裕持っていけるんですけども、実際そのフルで母親が働いて、子どもたちを見ていけるのか、皆さんどうやってその時間のやりくりをしているのかなっていうところ。もう一つ目がやっぱり私が子供が生まれて障害が分かった時に一番もう頭に思ったのが上の子たちをどうしようっていうか、やっぱりあの子たちがこれからその障害のある子の兄弟児って言われる類になってしまうので、友達からこういろいろ言われてしまったりとか、なんかいろんなところで負担を感じるってことがないのかなっていうのと、やっぱりこうそういう施設とかに行った時にこの前、長男がこう結構こう池屋の重い子を見た時にこう固まってる子でからくりってこう悪気なく言ってしまった言葉だから、そういうこれからいろんな子に出会った時にそれって素直に思ったことだからいけないよってそこで叱るのも違うと思うし、なんか子どもたちにどうやってそういういろんな子を認めるとか、なんかこう隔たりなく育てるにはどうしたらいいのかなっていうところが今思っているところです。よろしくお願いします。この将来的なこと、私自身、私の妹が障害を持っていて兄弟児にあたるんですけど、ちっちゃい時から多分そういう子にはすごいいろんなところでも療育園も一緒についていってましたし、何も違和感なくて、それが当たり前に成長してきたので、このやっぱり年齢になってちっちゃいママがもう高齢になって妹の将来のことを決めるってなると、父母が介護できなくなってからのことをみんなでこう兄弟で話し合って、お金のこと、管理のこととかすごい難しいんだなっていうのを初めて知って、だからこそその自分の子供にはまだ時間がたっぷりあるのでちゃんとやっていきたいなっていうのがあったので、話を聞かせていただけたらなって思います。よろしくお願いします。
高校卒業後その18歳の壁って言われてるその先ってどんな道があるのかなっていうのはなんか今からちょっと知っておきたいなっていうのと、あとちょっと5月に腸閉塞になってからそのやっぱりなかなか体重が増えなくて、そのやっぱ食べることとか栄養とかそういうことに対してはもうちょっとなんかいろいろ勉強したいなと思ってるので、またいろいろ教えていただければありがたいです。はい、よろしくお願いします。つぼみの母ですと父です。うちは生まれた時もう高齢出産で37の時の頃なので、うち羊水検査勧められたんですけど、でも夫婦で相談してその時にいやもう授からることはないだろうきっとね、だからもしそうあっても育てるって言ったんですよ。で結局はしなかったんですね。もし羊水検査もリスクあるしってしなかったんですけど、でもまさかで本当にうちに生まれるなんて思わないところで衝撃的にバンって出てきた子、何産んじゃったんだろうっていうもう本当にその一言、もうパニックで、私はその60日後にヘアメイクとして復帰する、舞台の仕事を復帰するってなってた時で、もう申し訳ないんだけど仕事どうしようで、もう本当にまずその段階でもう子供に受け付けられず受け入れられないというか、なんかその状況が把握できなくて、でどうしようってなった時にたまたまうちの近くとかいとこの奥様が大学院に行ってらしてて、そこで PT さんが一緒に学ばれてたみたいで、その方に実はうちのいとこの子がコルネリア・デランゲ症候群なんだって言ったら、あ、それはもう療育が必要だからここに行きなさいって、子ども病院の遺伝科のここの先生のとこに行きなさいってでそこの先生からまたつないでもらってみたいな、うちは本当にいいご縁があって、その選択ができる東京でもあったのでっていうことでいろいろそのきっかけをもらったので、それからはいろんなことを探しながら、その障害児仲間のママでもとにかくそういうことにすごく貪欲なママたちが周りに多かったんですね。そういうママだともう刺激されちゃって、もうこの子の病気よりも将来に向けて何しなきゃっていうのが、のこでスイッチ入っちゃって、でも主人はその時にもうとにかく可愛いって本当私は何産んじゃったんだと思った中言ってくれた中で、この人はその楽しい生活を、やっていけばいいんだよって言ってくれた言葉でホームページ始めてくれて、能天気にもやってきたんですね。医療行為もうちはあったんだけど、でも本当に出会う方たちのご縁で、うちはろう学校、知的盲学校、最終的には盲学校っていういろんなところの学校に通えたので、それぞれのいろんなところ利点とか普通では行けないルートを経験してきたので、それなりのこういう時はこういう選択したらいいなとか知恵をすごくいただいたんですね。とにかくこの子との一番の生活を楽しむことで、私がこの子と美味しいものを一緒に同じものを食べて美味しいねって喜べるとか、夕日を見て綺麗だねって言えるそういう感性を持てる、そこを私のモチベーションにして、でなんとか医療も取りたいって言って5年生の時になんとか取れて、さっきおっしゃってましたけど、やっぱり医療行為があることで選択肢とかそれこそ生活のやっぱり質というかできることって限られてきちゃったり、うちは一人だからだけど兄弟児さんがいたらなおさらのことね、いろんなどちらの選択をしなきゃいろんな選択を選ばなきゃいけないんだろうなって思うので、ただいろんなこの子たちって特殊な子だけど実際私たちからだと全然変わらないので、だから本当健康でいさせてあげる、病気をしない体づくりをしていってあげることが私は本当に一番だなと思って、結局自分の仕事もヘアメイクからその健康系の仕事にシフトしてきたんですけど、そういった意味で本当にいろんないい情報を教えていただいたので本当元気ですとにかく元気です。病気しません今、でももうそこで OK だなって思ってること、それとやっぱちっちゃい時から
うちは、38だったの7の子だったので、もう私たちが明日死んじゃったらこの子はどうなるのっていう、この子の次の住みかをちゃんと考えなきゃとか、そこをとにかく考えてずっとある意味戦略練ってきました。この人、重度だからこそ預かってもらえる、医療行為ができる、ショートステイ的にも使える病院にご縁つながったこともすごくラッキーだったので、自分で単発でも仕事行けたし、もうその時に思ったのが、やっぱりどれだけちっちゃい時にショートステイなりそういうことを親が付き添わないことを経験させていくことが、医師とか持っちゃってからショートステイとか行くのは子供の気持ちとかもあるからすごく大変だなっていう人たちもいっぱい見ていたので、もうなるべく本当にちっちゃい時から預けるっていうことをしていくのがその選択は本当に良かったなって今思ってて、そのおかげで20歳の時にグループホームにも慣れてるからっていうことが一番大きかったんですよね。なのでそういう経験も、地域差もすごくあると思うので、地域でないんだったら本当それって親がやっぱり働きかけて、どこかね行政なり、前田さんみたいな方たちに相談乗っていただきながら、でも本当にそれしかないなって思っていて、でもそういう知恵ってないじゃないですか。だから今日はもう本当に前田さんにね、せっかくご縁あったから今日はもう本当幅も広いしね、ちょっとお知恵をいただけたら、単純にねこう会って楽しいもいいんだけど、もうこういう機会ってなかなか自分だと捕まえられない情報なので、ぜひと思ってます。すいません、長くなりました。よろしくお願いします。皆さんどうですか。もっとまずこう家族同士でどこかをそれぞれの家族にこんな時どうでしたって質問、もうちょっとここの部分突っ込んで情報聞きたいなとか、まずあったら。きっと何を聞いていいか分からなくなるから、刺激するような回答を私が始めてもいいですか。聞いてて思ったのが、このちゃんママってこれ皆さんお子さんの名前しかおっしゃらないのでママみたいになっちゃうんですけど、そのショートステイになれるのとかっていうのはあると思うんですけど、なれるのは本人なので、そこに時間がかかること時間がかからない場所と子供と、それって実はその健常って言われる普通の学校の子供たちも同じじゃないですか。あそこは嫌だとか、ここがいいとか、あの先生がいいとか、あの子がいるから学校嫌だとか、いろいろあるんですけど、その子のスピードはあるのですが、どうしても私先に一つさっき言い忘れたなと思ってるんですけど、相談支援専門員の資格は持ってます。あと臨床心理もやってます。あと東京女子医大の非常勤もやっていて、病気の持っている親御さんとかのカウンセリングとか相談も受けてます。なのでその経験の中から違うよって思うこともあるかもしれないけど、お話をさせていただこうと思うんですけど、でその子のスピードってもう兄弟みんな違うみたいに違うと思うので、うちがこうだったからこの子がこうっていうことは残念ながら起きないじゃないですか。で病気があるないしに本当にそれってあるので、その子が一番楽な方法っていうんですけど、一つだけそのものになれるっていうやり方で、心理療法でもあるんですけど、系統的脱感作法っていうんですけど、言葉超難しいんですけど、高所恐怖症の人います？いません。みんな大丈夫なの。すごい、そんなグループ初めてで高所恐怖症だからって言って、じゃあ階段2段目は怖くない、じゃあ2段目から行けるとか、踊り場から行けるとか、どこから怖いの、どこまでなら行けるのかっていう段階を踏んでいくっていう、その恐怖心になれる方法なんですよね。でアレルギーのやつとかでもそういうことをやったりもするじゃないですか。だから少しずつその状況に、だからお父さんお母さんがいつもいる状況にどうしてもなってしまうんですけど、そこから15分2人ともいない状況に慣れていく、15分から30分になっていくみたいな、その子に合った階段を用意してあげるのが一番いいかなって思います。卒業後のことも考えての
ことだとやっぱりそのショートステイとか他の人のところにいて親がいない状況っていうのに今からでも少しでも多くさらされるっていうとあれですけど、いることで慣れていく。本人も勉強する時間がもらえる。本人も勉強はしたいんですよね。どうしても不安そうにしちゃうんですけど、しちゃうと親が来てくれるっていう方を先に学んでしまう。で私たちも一緒なんですよ。旦那が私がこうわーって言ったらなんか優しくしてくれるとか逆もありますけどなんかそういうパターンみたいのができてしまうので、パターンっていうのではなくって少し新しい方法をしていくっていうのと、お父さんお母さんの助けはすごい多い方がいいので、その意味でも外に出てっていろんな人に会うとか、こういう会に来るとか、他の会でもいいですし、分かってもらえないストレスっていうのはどういう状態でもあるんですけど、そこにも慣れていくっていうのも必要だし、周りに助けてくれる友達、お父さんお母さんを助けてくれる友達がその先の友達を助ける友達の輪を広げてくれるので、だから皆さんが助けを求めるっていうことを子どもの前でするっていうのを子どもさんにも見せてあげてほしいなと思います。わかります？子どもさんが助けを求めないお父さんとお母さんに習ってしまうと、助けを求めることができなくなっちゃう。怒ることをしないとか、嫌なことをしないとか、飲み込んじゃったりすることよくあると思うんですけど、嫌な時は嫌だっていうのもとっても必要なので、そういうことをちゃんと見せてあげることで子どもの発達が促されるっていう面は本当にありますって思います。だから親御さんが助けを求めに行っていることで、いろんな人のところといろんな人との交流がで話をすること、行政もなんですけど、話して分かってもらえないからもういいやってなっちゃうんですけど、何回か違う担当者さんとか違う部署とかとお話しすることで分かってもらえるとか、分かってくれる担当さんが見つかるみたいなこともあるんです。で大体3年ぐらいで行政の中って移動していってしまうので、その人を追っかけていって、そこで次の人を誰かいないですかって紹介してもらえばつながるみたいな、諦めないみたいなことは一つあるかなと思います。次の担当さんがすごく嫌で喧嘩みたいになっちゃって、もう私も区役所絶対行かないってなっちゃうと、それでその子供とか自分の助けの一つを切ってしまったことになっちゃうから、ちょっともったいないと思うんですよね。でそのために私帰還相談っていうのをやってたんですけど、帰還って基本の木に幹って書く帰還相談っていうやつ、その子供から高齢者まで全部を見る福祉をやるところなんですけど、そこが間に入るみたいなことをしていて、そういう仲裁とか仲違いみたいなのを見てきたのでと思いました。あと仕事に戻りたいも多分できますよ。ただ助けてくれる人をいっぱい持とうって思います。だからみんなでやれば絶対方法はあるので、預けることかわいそうとかね、私が見てないと不安っていうのはすごくないなあ、すごい、はいはい、すごいすごい、それですよ、それがなんかお互い楽になっちゃうからと思います。いっぱいいるので、なんならそうやって自分たちの子供がいるから、自分の子供を預からないけど障害児系の事業所を立ち上げる人とかも結構いらっしゃるじゃないですか。そういうのもありだと思うんですよね。ちなみに私今グループホームもやってるんですけど、1型の子たちは医療行為が入るので、これ医療行為じゃない、自分で打てるんですけど医療行為になるので、高齢者のとこも入れないし、障害者のとこもなかなか入れてもらえないみたいのがあるので、もうそういうの専門でやるグループホーム作りたいなと思ってるんで、やりません？なんかそういう感じでいきたいなって。だからこれを言ってたら、前田さんの時こういうこと言ってたわって言って、これでどっかでつながっていくみたいなことが起きると思ってて、さんともそうだったし、さんとして知ってつぐちゃん知ってたからこのちゃんともねつながったしね、こうやってつながっていくのが一番私たちの力じゃないかなって思ってます。
すんごい喋っちゃった。はい。質問いいですか？はい。働きに行くにあたって、はいいろんなサポートをしてくださることを見つけるの、そういう大切だと思うんです。入院した時は一番困ると思うんですけど、誰が入院した時？子供が入院した時に、うちとか、はい本当毎月のように入院をしていたので、入院に付き添うって言ったらもう、付き添う人いないんですよ。そうですよね探したんです。ヘルパーさんつけません。入院したらもうお母さんついてください。家でも体調崩したら、いや見れません、親がいてくださいってずっと言われてたので、もうできないんですよ。私もなるほどね。そう正規ではなくて一応資格も持ってるので、子供たちとかのそういうパートにも1回出たんですけど、やっぱりやれなかったんです。この子の体調があって、もうそういう時の今ってどうなんです？なんか頼れるところってあるんですかね？そういう時に。小児科なのでお母さんついててくださいって言われるってことですか？そうです。寝たきりだったら見ますが、動くのでダメです。見れません。必ずついてください。違う病院ありませんか？見てくれる病院。付き添いなし。なしです。そういう病院があると。はい。なんかそう。ほら。付き添いでも。なんか病院に寄ったりするんですよ。言いました。いましたね。言いましたからだから寝たきりなら見れるようになりましたって言われて、ようやく大きくなってから動くしブブーみたいな。いや逆に24時間看護でつきたいのにつかせてくれない小児科もあるんですよ。あります。だから病院をもうそれで変えるっていうのもありかと思います。そういうのあるかもしれない、あると思います。はい。まだこっちの方は知りじゃないねよね。確かに上の子が泣いて下の子が入院しちゃうと、シングルマザーのお母さんがもうお姉ちゃんは養護施設っていうか、そっちの方に送られちゃって留守番するので、付き添いが絶対だからお姉ちゃん一人になっちゃう。そしたら見る人いないからもう養護施設に行くみたいなので。ね、やっぱり住む地域ね、住む県とか、それはあるかもしれない。浸透してきてないですね。そのニーズも声に出すのも必要ですけど、そういう病院を探しておくみたいなのもありかな。でももううちはもう入院はしなくなったんで、大人の病棟になりました。もう高3以降病院に行ってないので、今日高3までは小児科にいさせていただきました。いいと思います。それは病院一つでもみんな同じではないから探した大きい病院3つお世話になる。3つダメでした。それは政治のお仕事でもあるんですが、次は政治家さんが来てくれるみたいです。もうこれは本当にそうですよ。聞かないですね。聞かない。ようやくなんていうの、付き添いしてるお母さんがお風呂に入れる時間を確保するために保育士さんが1人入ったってぐらいなんですよ。それまでは看護師さんが来た時に「すいません、おトイレ行きたいので見ててください」って言って行くぐらい。困ったなってやっぱり声があって、ようやく保育士さんがついて15分間シャワーをお母さんが浴びれる時間ができたみたいな。それはおかしい。それがなんかもう普通。病院大丈夫だったってさっきおっしゃってました。全然大丈夫でしたね。普通に帰っていいです。どうですか？一緒にいなきゃいけない時もあったんですけど、全然今回は人が看護師さんがいるんで。それはやっぱり自分で歩いてどこかへ行かないからとか、そういうのそれもあるかもしれないですね。うちはゴロゴロしてるだけで、ただ柵に入れてるだけなので、あれがいいって言われたんです。そういう差もあるのかな。結局何かそこで事故が起きたら困るっていうことですよね。あと取っちゃうとか、だから拘束になるじゃないですか。その時間だけは拘束するとかね、そういうのもありますね。影響はしてるのかなって思う。企業側の努力も必要かなとは思うんで
ですけどね。でそこで言うと今度はうちもう大人の病院に移行じゃないですか、はで受け入れるっていうそこのいい感じでしてできたんですね。なのに結局いざ蓋開けてみて、じゃあこの子ちょっと副鼻腔炎でひどくなった時にもう呼吸もできにくくなる、ご飯も食べなくなるでオペをしましょうって話で、そこも検査をまずすることすら暴れるからできないって言われて、でもなんとか2つ先生が主治医の先生が粘ってくれて東大さんに引き受けてもらって、無理やり大変な中やってもらって、手術の対応ですねって言われたんだけど、実際耳鼻科の先生はやるって言ったのに麻酔科の先生がリスクがあるからできませんって言われたんですね。でもリスクがあるって言ってもこの子散々今まで全麻で手術をしてるしってそこも訴えてもダメって言われたんですよね。で、他をって言った時に結局ここのところのことでもあるし暴れるかも、でも私全部付き添うんですよって、でだから1部屋1日5万の部屋、そう5万ですよ、その部屋しかダメって言われたんですね。いろんな条件作られてでも結局はしませんなんですよ。でやっぱりこういう子って大人の病院だと見れないんですよね。で多分保険点数の問題ないですかね。小児だと保険点数高めにつけてるからできるけど、大人だと結局大きく言うと見守りですよね、看護体制とかも。だからこういう子たちには人一倍時間を費やすから、多分なるべく受けない方がいい。病院と経営上のことっていうのがすごく今回取って読み取れたんですね。だったらもう絶対もう病気にするものかと私は決めて。そうなんですよ。だからそこの問題ってこれから本当コロナ以降また病院の体制ガラッと変わってるので、だから本当いかにもう子供もそうだけど、そのためには親がまず元気でやらなきゃいけないなっていうのはすごく思ってます。はい。それはすごく思います。私も。なのでその入院の多分、子供が体調を崩したところのケアがクリアできれば仕事復帰も受けるんじゃないかなって思います。そうですよね。医療頑張ります。やろう。でも実際いますよ。何人かいるのでまたご紹介します。でも相当大変なやりくりです。で預けようとしてて、で一応保育園は多分行けそうな感じなんですけど、そうするとこうやっぱ預かってくれるのが看護師さんがいる時間だけなので、私朝が比較的早い仕事なので、そこの間をどうするかとか、やっぱ時短にするかとか、これは職場と相談しながら復帰を目指してリモートできない、行かないんですね。でちょっとまた先の話になるんですけど、さっきのサービスの話なんですけど、18歳までしか使えないサービス、それ以降も継続して使えるサービスとかあるので、働くことを考えてたらとか、この子たちの将来の慣れのことを考えたら学生まででストップしちゃうサービスじゃなくて、継続できるサービスもいっぱい今から使われてた方が、法でからその後つながるっていう。うちも人には慣れなきゃいけないと思ってたので、法定自体は6箇所5箇所にはなってたんですよ。だからすごい。だけど法定が一番やっぱり使いやすくて、そうですよね。長い時間が大人になるともう法定に変わるものが今私が住んでるところは全くなくて、数もないし時間も短いしで、本当ちょっと今てんやわんやしてるので。そういう意味で言うとうちも移動支援を昔ちっちゃな頃は1日6時間以上、長い時は9時間くらい使ってた時もあったかな、なんですけど、でもそんな時間をやってくれる事業者さんってやっぱ少なくって、その当時はだったんですけど、うちちょっと寄宿舎っていうのにもお世話になれた時期があって、そこでもう離れちゃったらもう入れない。だから本当に今おっしゃったようにちっちゃい時から継続してこううまく使えていくっていうことって大切なんだなと、切れちゃうと、なかなか復活できないかも。もう一個問題だったのが、今は数が増えてるかもしれないんですけど、サービス自体が少なかったので、この子たちが生まれてようやくちょっとずつできてきたっていう歴史があるので、もっとこの子はまだ小さい小柄だし、そこまで
手がかかるわけではなかったので、逆に自費が大変なことに関しては、だんだん利用する人たちが増えると、私たち入れないじゃないかっていう、やっぱり声がちょっと聞こえてくるんです。家で見れる子が入られると枠がなくなる、そういうのもあって、ちょっとあんまりちょっと控えめにって遠慮してた部分もですよね。足りてない、絶対数足りてないし。慣れるために早くっていうのも必要だけど、そうすそうですねると枠がなくて本当に必要な人にも回らない大人になってから、それもちょっと問題だなってそうですよね。重度の方とかの受付、引き受けは一生懸命国もやろうとしてるんだろうなって見えるんですけど、一向に増えなくて、両方からの声を聞くのですごい行き詰まりを感じてはいる部分ですよね。でも増えないと。保護者の方で作られてる事務所さんっていうのもあるんじゃないですかね。だから自分たちの努力じゃないとなかなか。でもそれを回答にしたくない私がここにいて、皆さん頑張ってくださいじゃなくて、うまい方法がないか、足りてないものは作りたくなっちゃうんですけど、なかなか力がいる。働く人の確保もまた問題ですよね。共生型って今高齢者と高齢になる障害者がどんどん増えてきているから共生型って言ってるんですけど、東京都ですけど高齢者が20人とか30人いる中に障害者2人入れて共生型みたいな、まだまだ全然出来上がってなくて、でもここからだとは思うのでもっと増えていくし、18歳の壁って他の病気でもいっぱいあって小満が切れるところもあるし、そうなんですよ、すごい問題になってて、成長期とかで一番食費とかがかかる年代にポンって外に出されるとか、みんな結構その話は聞くんですよね。回答はないですけど、政治家連れてこないとって思いますよね。預ける施設って東京が一番すごいとかどっかあるんですか？どこの都道府県がだから分からないじゃないですか。そうなんです。東京は多分障害者のグループホームとかが少なめなんですけど、それは家賃が高いのでそもそも利益率としてが無理が起きてしまって、都心部とかで知的の人が入るとこはあるとか、精神はダメとか、でも通過型にするとみたいなの一生懸命ともやってるんですけどね。あとのびのびとした感じのグループホームと就労支援と全部つながってるようなのは都心から出たところ、千葉とかのちょっと田舎の方にあったりはします。千葉、茨城。そうですね。なんか今私一時ちょっと出ちゃって、話がつながってるかわかんないですけど、働くっていうことでなんか行くと、なんかそのコロナ禍もあってリモートの職がすごい、今までだとこれリモートでやれるのみたいな職がすごい増えてるので、絶対この職業、今の職業ってなると、コロナあたりに下の子生まれてて転職をしたので、なかなか正社員で今の職業っていうのは難しいかもしれないけど、正社員は無理だけど契約とか、そういうちょっと変えるとすごい働きやすくなって、前の職は3歳になるぐらいで、なんか他の子ももう時短やめていけるからいけるでしょ、いけませんけどみたいなそうなって、いやでも通ってる人いませんみたいなのでうまくいかなくなって、でもその時に下の子の妊娠が分かったので、またじゃあその話一旦置いといてまた産休入りますので伸びたんですけど、その間にコロナがなってリモートが増えてっていうので、今転職してからはフレックスで、だから子供が熱出ましたって言ったら、じゃあ行きますで、じゃあその間フォローしますっていうのがすごいマニュアル化されてて、働く、お金を稼ぐっていうところだけで行くと職が結構多分増えてるかなと思います。そこで奥さんがいろいろ転職していろいろ仕事変えてもらってるんで、その分できることはやろうと思ってて、自分は全部休みも変則だし平日だったりするんで、全ての病院とかリハビリ平日いろいろ動いてくれる分、私が休みの時は
全部その、こう書類やら分けて、計画的に行ける方はこっちで、兄弟の方とか突発的な休みとかはこっちでみたいなことを役割をじゃないと全部一人で共働きして子供の面倒を見て病院行ってリハビリってまず無理だと思います。絶対無理です。はっきり言ってとてもじゃないけど管理できないし、子供の宿題もその中に入ってくるだろうし、本当だったらね、子供の宿題なんかも見といてくれよとか、俺休みなんだから疲れてるからさ、ゴロゴロさせてくれよってめちゃめちゃ言いたいんですけど、でも大体ね、どっちがいいみたいな、タスクが2個あるけどどっちがいいみたいなので選んで、で大体違う方を選びたいみたいなのがあるので、うまいことタスクの量的にはどうなっているかな。っていう風にやらないと多分私たちみたいな、ね、特別な感じのところは難しい。頭の方を変えないと直近的になんかこう産休明けて待ってくれないから、そこまでで施設があってなるのはもうゆくゆくだとしても、直近はなんか寿命がなんか変わんないあるかなっていう感じですね、我が家は。楽しい仕事っていっぱいあるからそうでいるんですけど、本当に田舎なんて考えてる以上に田舎に住んでるので、看護師さんが保育園にいるってことも当たり前じゃなくて、本当に IKEA の子って普通に保育園に行けないのが普通で、そうです。っていうところで、でも私も仕事がしたくて、で好きなことがしたかったので、行政に働きかけて、保育園に看護師さんをつけてもらって、そう行けるようにしたんですけど、どうしても欲が出て、もうこうしたいって思いがあるんですけど、やっぱりそれだと向こうも構えちゃって、いきなり100は無理ですってなっちゃうので、やっぱちょっとずつお互いに慣れていくために週1から始めてとか、本当多分お互いが分かってくると、結構向こうの方からこうしませんみたいな風に言ってくれるようになるので、なんか本当こうしたいっていう気持ちあるんですけど、ちょっと我慢しつつ、ちょっとお伺いを立てつつ、そうすると多分なんかいきなりこうしていいですって言うと向こうも圧で、いやそれは無理ですみたいな風に言われると思うので、なんか最初はこれぐらいがいいですかねみたいなのから始めて、そうするとお互いのことが分かってくると、結構そうやって提案もしてくれるようになるので、なんかじゃあこの辺にしてこう伸ばしていくっていう方法だと、いつの間にか働いてるみたいになりそうな感じがするので、なんか最初から頑張っちゃうとこっちもすごい疲れちゃうので、その行政と対行政ってすごい、こうお互いちょっといい距離感っていうか、いい塩梅でやってると、なんかいつの間にかかなってるってなんかならんかなって思って聞いてて、なんかそうならんかなって思うので、なんか諦めず欲を出しすぎないようにどうしても熱くなっちゃって、いやこうしたいんですみたいな、なんで分かってくれないんですよってなるんですけど、家帰ったらちょっと言い過ぎちゃうから、そりゃ引くよなみたいな、もうちょっと優しく可愛く言っとけばよかったみたいななるんで、行政って自分の方から自分から全部発信しないと何もしてくれない。そうですね、そうなんですよ。本当にそれ自分をだいぶ私がやり合っだいぶやり合ったので、行政とかで市議会議員までこう持ち出す電話したりとかまでこう掛け合ったりとかまでしたりとかもしてたので、いろいろとその行政の不備みたいな、このなんでこの移動支援うちの子に使えないんだみたいな、おかしいだろみたいな、そういうのとかね。喧嘩したくないのに喧嘩みたいになっちゃうのがすごいやっぱり辛くなるし、だけどなんかやっぱお互い分かんないので、向こうはこっちの医療ケアのことなんて多分全然知らないんで、だからそれはそうやって思うのはしょうがないな、そうやって言われるのはしょうがないな、知らないんだもんなってちょっと冷静になって、丁寧になんかこう資料めんどくさいですけどちょっと頑張りましたアピールじゃないですけど、入るためにブックってのを作って、行政用、病院用とかって作ったら結構それで胸を打たれてくれたりとか、でそれでみんなで共有して、なんかそれでミーティングしてそこに書き足してもらってとかでみんなで共通認識してもらったりして、なんかで
でも熱い思いは絶対通じると思ってるのでこうやっぱりコミュニケーションとってなんかそう嫌になる時もあるんですけど、でそれでもこう目見て話しに行くみたいなのするとやっぱり見てくれてる人がいて、とか全然知らないこっちの人から話が来たりとかするので。なんでしょうね、熱くなるけどお互い分かんないから本当一から丁寧にこうやっていくと思いは通じるんじゃないかなと思うので分かってもらうまでが長いんですけど自分の居住区だけじゃなくてその一回り奥とかも探すと思いますよね。本当3年間保育園通えたのですごい良かったです。小学校はちょっと行けなかったんですけどやっぱりダメって言われちゃってそれも心苦しいなんかクソと思ったんですけど今はその地域交流で交流しに行くっていうスタイルで基本は支援学校なんですけどそれで我慢してやるわみたいなでも6年間のうちに変わってくださいねぐらいのむしろ支援学校から地域の学校に変われるぐらい頑張ってくださいねって言うけど全然してくれないんですけどする気ないんですけどでもなんかちょっとずつでも変わっていけばいいなと思ってその時期は頑張りました。でも、自分のために自分も働きたかったんですごい思いは分かります。あれですよ、いろんな選択肢を持っといけばいいんじゃないかなって一つのことだけじゃなくて増えてほしいですよね。なんか、これしかないっていうのが多いんでどうしても皆さんセルフプランなんですか？自分でデイとか申し込んだりとかするのはやってもうます？それに関しては私がとことん調べまくって調べまくる。めっちゃこういう人が必要。そうでもそう全部電話してちょっとずつ見つけてとかやっぱ人づてとか、そういうの感じで5、6箇所見つけたから医療ケア対応してくれるところ、それでもう完全に抜けがないように小学校上がる前までに完璧に特にプラン立ててくれる人っていうのはいない。自分でも全部、一つの案なんですけど、もちろん調べるのもなんですけど、その相談支援専門員さんが地域の人がアドバイザーさんがいっぱいいるんですよ。いっぱいいるのですごいオタクみたいな人とかがいて、いないいや最近小さい頃はいなかったそうですね。最近増やしてるので今は市役所にいます。市役所に聞いて相談支援専門員さん、相談支援事業所みたいのありますかって聞くと相談支援専門員さんがいる事業所を教えてくださって、そうするとデイとかもいろいろ調べてくださるんですけど、そこでもらったものはいはいってする手ももちろんあるんですけど、希望もちゃんと伝えてその時に調べてくださる方とかを見つけておくと多分選択肢が広がるかなと思います。交渉もしてくださったりします。そういます、はい、うちもちゃんと一人その相談支援員みたいなやっぱついてくれて、ますよね。それ最初知らないで全部自分でねその辺の説明ないんですよね最初。なくてリハビリ通ってる時にそういうのがありますって、そこで初めて情報を知ってから、いや俺も全部調べちゃったんだけどみたいなでもそれでも今その方を利用していろいろやってもらったりはしてます、相談支援事業所のところに新しいグループホーム作った人もデイ作った人も情報を送ってくるんですよ。だからすごい集約してるんですよ。ちゃんと集めて情報を得たりとか見に行ったりとかするようなまめな方を見つけると助けてくださると思います。何かあった時に卒業後は必ずつくみたいで、そうですね。生活事業所に入ったと同時にもうつけましたけど、その計画がないと入れないからってことですね。はい。その人は自分で選べるってことですか？選べるとは思います。はい。ただでも嫌だってなったらこう変えてもらったりもつけると思います。言ったらいいと思う。やっぱ話せる人でないと。そういう意味で言ったらうちはその放課後デーとかその支援を受けてた事業所さんにいらしたので、そのまま、こちらで探さなくてもそこの事業者さんの方にでもそこになかなかその移動支援とか頼まなくなったらもういらないよねって言われちゃったんですけど、いやでもいつ何があるかわからないからって言ってそれは継続して切らないようにはして
ってもらってるんです。であと実は今この子が計画を各事業所と書いてくれて、それも必ずうち今通所の施設とグループホームお世話になってるので、そことさっき言った相談員さんと3名と3ヶ月に1回集まってこの子のケース会議をやってもらってます。で実はこの子この前帰ってきたんですよね。でもそれ覚えがないって言うんですよ。原因がわからないって、でも結局そこは解決しないまま終わっちゃってるんですけど、そこにもそういった時にも入っていただく相談員さんに入ってもらって、もうこっちも感情的にならずに、でそこで一緒に調整してもらうとかので、もう本当その相談員さんっていうのは本当に合う方しっかりね、作っておかれるといいと思います。緊急の時とかもなんか施設探したりとかも多分手伝える人だと思うから。結構うちもそれで、その人に頼んでちょっと施設探しといてくださいとか結構気軽に頼んだりとかして探してもらったりとかはしました。はい。なんでガンガン頼った方がいいかなと思います。何でもない時にいっぱい喋って気の合う人を探すみたいな頼める人、行政の人もそういう人も人なので、基本的に人が好きでやってるから会ってるうちにいろいろみたいな情も湧いてくるし、子供とか障害持ってる方利用者の方も慣れてくる。で私まさにその経験して中でそれをすごく感じていて、赤ちゃんの時から目をかけてくれてる人は必ずそのまま成長を楽しんでくれるというか、一緒に喜んでくれる方だったりして、そこでまず応援してくれる人、助けてくれる人、時に弱音を吐ける人っていうのがそこで関係性作れてきて、で自分も逆に何かできることをサポートする。そうすると本当だったらそういうことを受けられないようなこともしょうがないなって助けてもらってるしみたいな、でそういうやっぱり人間関係っていうのをうまく作っていくのはすごく大変で、私そこに命かけてましたで本当に災害があった時にすごく思ったんですよね。3.11 の時にうわー、あそこでこういう子たちってどうしてるんだろうと思って、で特にうちは知的の子たちも周りにいっぱいいるから、ね、声出しちゃったりとか、だってもうそれこそそんな状況だったらね、もう右往左往しちゃって、そういう子たちはどうしてたんだろうなんて思った時に、もしなった時に助けてくれる人も隣近所の人でも知ってたら声かけ合えるけど、知らない人だったらより知ってる人 2,3 件 5件隣の知ってる人の方を助けるだろうしと思った時に、やっぱりもう本当そうやっていくしかないなっていうのはすごく思ってて、でうちのそう住宅もそうです。そういう大家さん、養護施設に養護学校にね働いてた大家さんのところに今住んでます。だから何かあったら言ってねって言ってくれる。兄弟児の負担って聞いた時に負担なのかそれが日常なのかどっちなんだろうなっていうのが一番最初に浮かびますね。ご経験されてきてさっきそれが通常だったからっておっしゃったじゃないですか。兄弟児が心配っていうのを聞くけど、逆にそれは親の目線であって、私は自分の兄弟に全く他の兄弟何も思わないし、自分がそうだったから自然なことなので、何も違和感もないと思ってます。ちょっとごめんねっていう親としてあなたに時間かけられなくてごめんねみたいなのがあるかなって思うんですけど、その過程でしか育ったことがないからもしかしたらそんなに負担っていう形でのことはないのかもしれない。ただなんか文句言う時の理由とか、トリガーとかにはしやすいかもしれないけど、多分皆さん心の中はみんなどの子も可愛く思っていると思うので、その反抗期的な思春期とかいろいろ関係性はあれど20年も30年もそれは続かないと思うんですよね。俺的にはもうなんか遊べる時に普通にいっぱい遊んであげればそれで十分なんじゃないかなとしか思ってなくて、だから
多分いろんなところ行ったりとかキャンプ行ったりとか、逆に普通のの兄弟よりも遊び連れてってあげようかなぐらいな感じを思ってて、そういう風にしていけばそこまでなんだろう、この子がいるからっていうので多分なんないんじゃないかな。ただどうしても私たちが老いた時に迷惑をかけるかな、もうそこに関してはどうにもならないかな。みんなそうですよね。そう、そこはもうみんなそうかな。だから今できることをとにかく全力で楽しめばいいのかなって思ってますね、私は。子供の気持ちを子供に直接聞いてみるのが、うちもなんかお兄ちゃんがおもちゃ壊されてなんか嫌いとかって言うけど、なんかさっき言った支援学校から地域の小学校の交流が行くの、私も気になって見られてどう思われるか気になるかなと思って聞いたら、いいんじゃない、なんか障害児のこと知ってもらえるでしょって、意外となんかきちんとしたいつも嫌いって言ってるのになんかそういうこと言われてて、あ、なるほどそういう感じなんだと思って、それが普通で、まあうちの妹見てみたいなのを可愛がってる感じもするから、なんかそれでいいんじゃないかな。でもまず聞いてみたら。本人たちは全然気にしてない。多分私がそこがずっと引っかかってる。いけないことをわざと意思があって言うとすれば、何らかの障害のこととか今の家のこととかではなく、何らかの不平不満、何かがトラブルがあるみたいなことはあると思うから。でも子供だんだん大人になってくるけど、やっぱしちょっとシンプルなところがあるから、言えるところに文句は言うし、なんか言い方も気使ってないしみたいなの起きちゃうかもしれないけど、だからやっぱりそうおっしゃるように何かあったかっていう話す時間とかを持つのと、そういう時期が来る時があって、子供の年齢にもよるんですけど、僕は可愛がられてないとかみたいなことが起きたりするんだけど、お母さんとかお父さんと内緒で出かけてソフトクリーム食べる時間を作ってくださいって言うんです。それだけなんですよ。自分がそれで安心すると、嫉妬っていうのは嫉妬っていう感情ではなくて不安っていう感情から慣れてるので、不安を解消してあげるっていうことかなと思ったのと、あと障害のある子を見て何か言っちゃったってさっきおっしゃってたのあったじゃない。多分それも本当に感じたまんまに言ったのであって、それが日常だからっていうことかなって思ったので、めっちゃ優しい子たちじゃないですか。楽しいし、ちゃんと言葉でみんな話せて、さっきすごいなって思いながら遊んでました。説明するみんなねちゃんとすごいちゃんと言葉で説明するし、どうしたのって言ったらこういうことがあって嫌だったって、逆にすごく大人かもって思うかな。みんないい子、みんないい子。うちなんか一人だから、本当にご兄弟がお子さんにね、障害がある子に向けてる眼差しとか、私が話した時に説明してくれるようなこととか、すごい愛を感じて、ある意味自慢、してくれるような感じが本当にね、素敵に育ってるなと思って、見させても子供たちって本当素直だからかわいそうとか気持ち悪いとかから出るんですけど、なんかもう逆にチャンスと思って、私はそれって間違いじゃないし、思ったことってこういう考えもあるんだよって一つなんか知識を増やせるチャンスだなと思ってて、手1個ないんで5本じゃないのとかなんか変なのって言われたらチャンスと思って、ミッキーとミニーと一緒なんだよいいでしょみたいなそれもでも子供が教えてくれて、お姉ちゃんがいいなミッキーとミニーと一緒でって言ったから、すごいと思ってもらおうみたいな、いただき。でもなんかそういうところになんかチャンスがあるなと思って、もう全部ポジティブに変えて、やって
たらポジティブ大切ですよね。なんかもう明るくなりますよね。ああいうところにただ私が生まれた時はもうめちゃめちゃスーパーネガティブで、変えても子供に変えてもらいますよね。なんか本当に。ね、奥さんひどかったよね。感情がこもって子供のケアだけしてないのに旦那のケアしなきゃいけないそう強くなりますね。なんかこんな言えるタイプじゃないのに、なんかもうどんどんと行政の人たちもう喋りたいみたいな、そんな風に思うんだと思ってすごいパワーがあって、でむしろなんか豊かにさせてもらってるんで、ラッキーみたいなぐらいに思えるんで嬉しいです。こうやって出会えたことも。あの子たちがいなかったら私たち今日この場にね一緒に対するとなる。ポジティブ大切ですよね。大事です。まあそれはやっぱりなかなか乗り越えられない壁っていうのはどうしても出てきますけど、でもまあやるしかないんですよ。ぐらいの気持ちでいけばいいんじゃないですかね。時は前にしか進めないそうので、ね、戻らないですからね。一昔前の患者会みたいのって結構みんなの辛い話とかをシェアしてたんですけど、それ今流行りではピアカンとかもあるんですけど、どちらかというとノウハウを知るっていうシェア会みたいな方がみんな前に回転していけるっていうのがあって、楽しい会みたいにこうみんなで喋れる、いいなと思いました。先輩方がすごい頑張ってくれた、多分ね、支援法とかもできたのは本当先人の方たちがいるおかげで、こうスッと保育園も多分そういうちょっと責務になったおかげで、ありがたい。逆にいい時期だったんだなってすごい思いますね。本当うちもできてから2、3年してなんかいろいろデイとかなんか出て新しい施設ですね。で市もじゃみたいな医療ケアを預かれる保育所的なものとリハビリのやつが一体化した1個の施設が、あとそこに普通の健常児の保育所も一緒に入っててくっついてて、でその中に相談員も全部組み込まれてるみたいな。素晴らしいね。だからやっぱし声が上がるって大事だから、皆さんの後ろの人たちはそれで助かるっていうね。そういう施設をもっと増やして各自治体に増やしてもらうと、うちの自治体もそうでしょ。でもその時できるって聞いた時に見学に行った時に、見学してる親御さんたちは70代80代くらいの私たちが入りたいなんて言ったらもう無理よねっていうくらい、やっぱりもう先輩方もそれでずっとその方たちはもっと本当にね、親御さんが頑張って何も支援なかった中でやってる方たちだった。だからもう私たちはどんどんもうその見本があるから、どんどんこういう形が他ではあるみたいですっていう情報を集めて、こういうものを作ってくださいってお願いしていけばいいんだと思う。どうですか？いや行政の人ではないので全くですけど、でも声は絶対力になると思ってます。コミュニケーションだと思うんですよ、この世の中。さっきおっしゃってたみたいに言わないで分かってよっていうのはちょっとこうなんだろう、彼との喧嘩みたいなやつですよね。言わないでも分かってよそれぐらいみたいな。でも言わないでも言わなきゃ分かんないなので、そうすると言い方だと思うし、コミュニケーションが大事なのかなって思ってる人間としては。話聞いてたら結構解決したことが。そうなんよかった。すごい。今日はありがとうございました。皆さんのお話を伺ってて、なんか自分は働きたくないし、コミュニケーション能力もそんなにないし、なんなら食う寝る遊ぶが一番強いのかなと思って、つまりいろいろ任せきりなんですけど、本人働きたいって言ってるんで、それをサポートできたらなとは思いつつ、今話を伺ってて、なんか絶対必要なアイテム、例えば車とか、なんかこれだけは持っといた方がいいですよっていうものがあったら教えていただきたいのと、あとさっきの自分たちの子供とか、その子供の関わってる友達とかの子とかの子に対してはチャンスじゃないですか。ただ例えば今日これから電車で帰るんですけど、電車でなんかクソガキがなんだこいつ変なやつとか言った時に、俺もついてやるかって思っちゃうんですよ。そういった時にでもなんか知らないんだね、こういう子もいるんだよみたいに伝えてあげるのか、いやそんなこと言うんじゃねえって
その場で言っちゃうのか、まあ、前者が絶対いいと思うんですけど、なんかそういった時に自分たちは大人だからなんとなく濁せるけど、子供たちにはどうやって伝えてあげたらいいのかなっていう、ごめんなさい、なんかまとまってないんですけど、2点必須アイテムと他の人たちの目線についてお話を伺えたらなと思います。私一つその他の子の目線ということで経験談で、ろう学校の幼稚部に行った時に公園に遊びに行っていたら、そこに保育園の子たちも遊びに来てて、やっぱジロジロ見るんですよね。でとかなんかみたいな言ってるから、ねえねえちょっと聞いていいって言って、何が変だと思うって聞いたの。そしたら、だってさって、その頃まだ眼瞼下垂で見舞いてないから目があれでさ、これでさって言うから、ああそうだよねそうだよねって、実はねこの子こういう病気なのって話をして、まあ電車の中ではねできることじゃないけども、で色をその時もあったから見せて、こうなんだよって、こうしてここからご飯食べてんのって言ったら、へえそんな大変なんだ。最後には頑張ってねって言って、で先生が止めに来ようとしたけど、もうそこは怒って終わっちゃうとね、そんなこと言うんじゃないとかって言ったらダメだから、先生にも入らないでもらって、そこは子供とこの 3人の関係でで、そしたらみんなが寄ってきて、この子はねこうなんだって、ああなんだってって、そうなんだって言って、どんどんその理解者がこうで、子供たちも知らないだけだし、ね、前いなかったらどう関わっていいか分かんないから、やっぱりただ単純にそうだよね、分かんなきゃ分かんないよね、だったら知ってもらえばいいじゃんって、逆にそれもネガティブにとか怒ってよりも、やっぱりこういう子もいるんだよっていうのを、そうなんだねって受け取ってもらえる、なんかやっぱり話し方で言ったらいいかなって私は思いました。以上です。ありがとうございます。殺せねえなと思いました。いや、イラッとするので、電車でなんかじっくり話せないくらいだったら、親ついてたらいい機会なんで多様性について教えてあげてくださいね。海外はそういう感じですよね。聞いといで、お母さんに聞いといでって子供に言うみたいで、そうなったらいいのになみたいな。そうですね。必須アイテム。実は車持ってなくて、で買いたいねとか、一応2人ゴールド免許なんですよ。ペーパーゴールド。ただ買うってなると駐車場代も高いし、高いし、なんとか3万とか、マンション3、4万、もう4万とか。無理だわ。レンタカーでなんとかはあるんですけど、やっぱり車はあった方がいいのかなっていうところ。必要であればの話です。でも楽ですのうちはいらないじゃないですかね。送迎的なサービスとかないんですか？タクシー割引とかないんですかね？タクありますよね。愛の手帳がないともらえないから。絵が取れない。はい、今耳の聴覚の障害を持ってるんですけど、視力とかじゃないと出してくれないって言われて、問い合わせたら愛の手帳3歳からって言われて、ただ無理やり来週面談入れてもらって、謎ですよね。はい、3歳とか。でももう好きわかる。全然いらないです。今いろんな人を調べてくださいって言って、そんな軽度じゃ絶対ないのでってのを言ったら、まあ面談してあげますみたいな感じで。私もなんか違う手帳の時にで3歳からって言われて、で3歳です。言ったら面談の人に、いや別にこれだったら3歳じゃなくて今でも大丈夫ですって普通に言われるんで、やっぱ見せたら違いますよね。それなんです。だから担当者を変えるみたい、もう言ってしまうぐらいの。ちっちゃいうちの方が必要ですよね。絶対そうだと思う。なんでだろうと思います。今必要なんだけど。多分相談した人もマニュアル3歳からでしか対応しないので、でも他のちゃんと知ってる人はいやそんなことないですよって多分言ってるから、やっぱ人なんですよね。結局人なんですよ。いろんな方の話聞いてると本当に協力全くできてないんで、全て本当全て任せてるんで、すごい。ちょっと何も言えるあれじゃないんですけど、ちょっと仕事柄ちょっと不規則なのもあったりとか、ちょっと、自分でやってるんで、自分が常にこう仕事になっちゃってるんで、こういう機会にやっと反省というか、
そんな風に思えないんですけど、こういう話聞くと本当に自分は何もやっていないなっていうのがはっきりと分かります。私たちの顔を見て、いや本当私もそっちな感じで過ごしたい予定だったんですよね。けどそうさせてもらえなかった。やらないって言うと、あ、そうじゃあ私もやらないねって強い、素晴らしい。だからやれる範囲で、もう奥さんがこれやってほしいって言って、はい喜んでって言えばいいんじゃないかなって思います。一人で抱えない方がいいと思います。だって3人も子さんいるんで、1人でも大変です。で、私途中で本当鬱にもなってた。私も基本外のことはみんなね、よくうちの中のことはしてくれましたけど、外のことは全部自分でやって、更年期っていうその年のね時にやっぱりね、無理がたたることもあるので、本当に皆さん自己愛で大事にしてください。ぜひ。親御さんのサポートを得るってさっき言ったんですけど、例えば泣いてないなら家事を手伝ってくれる人を入れるとか、そういう方法はあると思いますが、自分大事にするのを親御さん忘れがちだから。俺はもう子供と遊ぶのが楽しいんで、それがいいね。それを全力にしてたりとか、あとはこの間家事代行を頼んでみたりとか。そうです。それそうあります。だからそういうので、もし自分が手伝えない、でもそういうふうに家事代行を頼めるお金とかそういうのがあるんであれば、そういうのを頼んであげてっていうふうにしたらいいのかなって。どうしても自分の時間が作れないんであれば、それをお金で解決するとかね、あったら、それもあります。そういうのも選択肢の一つじゃないかなって思いますけど。みんなでも今日は明るい方たちですね。前向きな。うわーよかった。そう。おお、乗ってきたね。ライオンは子供の名前もハメハメハ。学校嫌いの子供らで風が吹いたら遅刻して、雨が降ったらお休みで、ハメハメハハメハメハハメ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 ハ。よかったね。泣きやんだこんちゃん。やったー。やったー。泣きやんだーこんちゃん。よかったねー。いけますか。パンパン。幸せなら手を叩こう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなで手を叩こう。じゃあ皆さん今年も1年動画を見ていただいてありがとうございました。たくさんの温かいコメントもとっても嬉しかったですってこいちゃん笑ってる嬉しかったです皆様良いお年をお迎